皆さんは接着剤選びに困った時、とりあえず瞬間接着剤といった選び方をしてませんか？今回はいざ買う時に悩みがちな接着剤を選ぶ時のポイントや各接着剤の種類の強みについて解説していきたいと思います。まずこのような木材、これを接着するには多用途接着剤、木工用ボンド、瞬間接着剤、どれならくっつくと思いますか？やっぱ木工用ボンドですかね。答えは全部です。でもこれが厄介で、全部くっつくならどれを選べばいいかわからなくなりませんか？どうせ買うんだったら他の素材とかもなんかいけそうな多用途接着剤を買うのがお得なんじゃないですか？その考え方はちょっと良くないですね。まず木材同士の接着は専門である木工用ボンドがやっぱりいいです。瞬間接着剤は木材を素早く固定、多用途は木材を貼り付け、木工用ボンドは木材を一体化させるイメージです。木材は細かい繊維と隙間があり、ボンドはその繊維に染み込んで乾燥すると内部で固まり、木と一体化するんです。やっぱ木工用というだけあってちゃんと意味があるってことですね。だから木の椅子とか割れた時とか木工用ボンドで接着する方がいいんですけど、瞬間接着剤を買い求められる方が多いんですよね。でも瞬間接着剤の方が何かをくっつけるときになんか最強のイメージ強くないですか？確かに瞬間接着剤は短時間の固定という面では最強なんですけど、対衝撃の面が弱点なんです。こちらから順に瞬間接着剤、多用途接着剤、木工用ボンドで木材同士をくっつけました。これを叩いて検証していきます。ではまず瞬間接着剤から叩いてみます。いきます。簡単に倒れてしまいましたね。次は多用途接着剤を叩いてみます。いきます。なかなか倒れませんね。では次は木工用ボンドを叩いてみます。こちらも数回叩いてみても倒れませんでした。なぜこのような結果になるのかというと、瞬間接着剤は硬化後に非常に硬くなります。つまり衝撃を逃がせないですね。木工用ボンドは木材と一体化して衝撃を分散。多用途接着剤は弾力性があるので叩かれた時の力を逃しやすいんです。結局のところ同じ材質の接着には専用接着剤がいいってことですよね。基本的にはそれで合ってます。専用接着剤って素材の性質を考えられているので、先ほどの木工用ボンドは木の繊維に浸透して一体化するように、プラスチック用接着剤なんかは表面を溶かして一体化させてるんですね。同じくプラスチックが接着できる瞬間接着剤と比べても、つけると溶かすは実は全然違うんです。じゃあ専用接着剤って一体化させるものだけではなくて、靴用やゴム用接着剤なんかは素材の動きについていけるように柔らかく追従できるように作られてます。なるほど。じゃあ同じ材質同士は専用接着剤を選べばいいとして、日常でこう接着したい時って違う素材同士なことが結構多くないですか？例えばどんなのが？例えば木材と金属とかプラスチックと金属とか、この場合は多用途接着剤とかですかね。その通りです。多用途接着剤の一番の強みは異素材接着でも使える汎用性の高さにあります。さっき言っていた木材と金属、金属とプラスチックは多用途接着剤を買っておけば間違いないです。でも多用途接着剤って正直適用素材が多くて、本当にくっつくのかっていうのを結構疑問に思いません？じゃあ実際に本当に多用途なのかを見てみましょう。今回はこちらのウルトラ多用途 SE を使用しますが、裏面に木材、布、合成ゴム、発泡スチロール、金属など様々な素材が書いています。今回は木材がその他素材に全てくっつくかを見てみます。塗り方ってこんな感じでいいんですかね？ちょっと薄塗りすぎかもしれませんね。多用途接着剤の場合は少し厚塗りでも大丈夫です。ごめんなさい、あんま厚塗りと薄塗りがよくわからないんですけど。接着剤の性質によって実は塗る時の厚みが少し異なるんですよね。正直多めにつけといた方が接着力が上がるのかなと思ったんですけど、そうではないってことですよね。その考えはダメです。
先ほどの木工用ボンドなんかは薄塗りです。厚塗りすると水分が多すぎて内部が乾きにくくて、結果的に接着層が弱くなることもあるんですね。瞬間接着剤なんかは片面に1滴だけ垂らす程度で全然大丈夫です。でもそれって少なすぎません1滴でも10円玉サイズぐらいまで広がるんです。これも厚塗りにしちゃうと硬化不良を起こして接着力が極端に低下します。なんで今塗ってる多用途接着剤って厚塗りでもいいんですか？多用途接着剤は異素材同士の接着に向いていますが、異素材同士は動きの差が生まれるんですね。多用途接着剤は弾性があることで少し厚みを持たせることで動きの差を吸収するんです。ただ厚いほど強いわけではないので、そこは勘違いしないでください。はい、ということで塗り終わりました。では完全硬化後に実際に接着されているかを確認しましょう。木材と布はちゃんとついてますね。いけてます。木材とゴムも結構ちゃんとくっついてますね。発泡スチロールと木材も結構ちゃんとくっついてます。木材と金属も問題ないですね。多用途接着剤ってマジで多用途なんですね。これで多用途接着剤の汎用性の高さを知っていただけたかと思うんですけど、このウルトラ多用途 SU の適用素材を見てみると適用してない素材もありますね。でもこれ素材の名前だけ見てもあんまりピンとは来ないですね。ここ実は接着剤を購入する上でかなり悩む方が多いんです。よく聞く接着剤を買った時のあるあるで、プラスチック適用と書いてあったのにくっつかなかったという話があります。一言でプラスチックといっても接着剤視点ではいろんな種類に分かれてるんです。さっきの適用素材の一覧にも硬質プラスチックがありますけど、これ以外にもプラスチックがあるってことですか？このポリプロピレンとポリエチレンもプラスチックに分類されます。試しにこちらの見た目は同じに見えるプラスチック4種類に多用途接着剤を塗ってみましょう。では実際に接着されているかどうかを確認していきたいと思います。ここが割れてるのでくっつけてみました。では実際にくっついているかどうか引っ張ってみます。もう簡単に取れましたね。続いてこのプラスチックの容器のこの蓋の部分ですね、接着されているかどうか確認してみます。ではいきます。これ全然力入れてないのにすぐ外れちゃいました。こちらのプラスチックの容器、ここ割れてるの接着してみたんですけど、こちらも無事接着できているか確認します。結構力入れてるんですけど全然外れないですね。このプラスチックの透明なコップも接着しましたのでちょっと確認してみます。結構押してるんですけど壊れることはなさそうですね。こちらとこちらのプラスチックはしっかりと接着されていますが、こちらとこちらは全然くっついてなかったです。これが接着剤におけるプラスチックの罠になります。こんなん罠にも程があるでしょう。これがウルトラ多用途 SU で接着可能な硬質プラスチック、ポリスチレンとかですね。こちらのバケツが適用素材ではないポリプロピレン、そしてこれが同じく適用素材ではないポリエチレンです。いやでもこれほぼ全部一緒でしょ。そう見えるからこそ接着剤選びで失敗する人が多いんです。なんでそんな性質にしちゃったんですか？それがポリプロピレンとポリエチレンのメリットだからです。例えばポリプロピレンは軽くて水に強くて薬品に強い。ポリエチレンは柔らかくて防水性が高く劣化しにくいという特徴があります。つまり他のものと反応しにくい素材なんです。だから保存容器やバケツ、ポリ袋といったものに利用されてるんですね。なるほど。ちゃんと意味はあるわけですね。でもですよ、どうやってポリプロピレンとポリエチレン見分けるんですか？あんまこれ並べられてても全然わかんないなと思うんですけど。ヒントはもちろん物自体に書いてあるものもあって、もしくっつけたいプラスチックの種類を知りたいときは一度手元のものにマークや表記がないかをチェックしておきましょう。このウルトラ多用途 SU はプラスチックにも対応していて、ここにもポリプロピレン、ポリエチレン対応と書いてあります。最近はポリプロピレン、ポリエチレン対応と書いてある商品も多く、この表記があるものを選んでおくといいですね。専用接着剤と多用途接着剤の強みはいろいろ分かったんですけど、瞬間接着剤って今のところ衝撃に弱いだけにしか思えないんです。瞬間接着剤にも当然メリットはあって、名前の瞬間から分かる通り接着速度は圧倒的に速いです。
他の接着剤はクランプを使って固定したり、硬化の待ち時間が長かったりしますが、結局楽に今すぐつけたいを叶えるにはこれです。でも衝撃には弱いと。そこだけ切り抜くと使いにくいように思いますけど、要は硬化後はどの接着剤より硬化します。つまり硬い素材同士との相性はとても良くて、金属や陶器など動かないものの接着には瞬間接着剤はかなり強いわけです。瞬間接着剤のパッケージってよく見ると、超強力とか超スピードとか、どれも強そうすぎて、結局どれが最強なんですか？もちろん強いに越したことはないですけど、どれが最強かではなく、別に見てほしいポイントがあります。ここですね。ゼリー状？一般的な瞬間接着剤は液体タイプですけど、このようなゼリー状のタイプもあります。実際に両タイプを出しましたが、ゼリー状は粘度があるのがわかりますか？次に塗る対象を立てていると、液状は下に流れて、ゼリー状は垂れずにそのままとどまります。ってことは、垂直面で接着する場合はゼリー状の方がいいってことですか？その通りです。接着剤はどれが強いかではなく、どんな接着面かで選ぶのが重要なんですね。接着面に多少隙間がある場合なんかは、液状だと隙間の対応が難しいですけど、ゼリー状は粘土がそれを埋めてくれるんですね。しかもゼリー状って液体タイプに比べてゆっくり硬化するんです。そのため多少の位置調整が可能なので、 DIY 初心者には割と向いてるかもしれません。ということで、各接着剤の強みや選ぶ際のポイントを解説してきましたが、接着剤どれを選べばいいかわからなくて悩んでいたという方に役立つ情報になってくれれば嬉しいです。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。